ちょっとですね、私の研ぎが、未熟だったんでしょうね。なんかだんだん平刀になってきたんで、陰刀なんですけど、これ。ちょっと修正します。うん。一応、このぐらいの角度まで持ってきました。うん。彫刻刀はですね、小さいものなので、陰刀についてですけどね、これは修正したやつですよね。うん。本当に角度がね、ちゃんとやらないと変わってしまうんですよね、この角度ね。要はこの鋭さですよね。だから、研ぎ方っていうのはやっぱり力をどう使うかっていうのは、なかなか口ではうまく、できる人はできるんでしょうけど、なかなかね、うまく説明できないんですよ。だからやってみて、何回かやってみて実験してみる。自分の中で。っていうことが重要だと思います。今回ね、平らになりかけてた、平らっていうか平刀になりかけてた、陰刀をですね、ちょっと角度を戻しましたけど、やっぱり多分、普段の研ぎの力加減で、どんどん角度が変わってしまうので、やっぱりね、好みとしては結構角度は鋭い方が好きなので、皆さんも彫刻をする人はね、角度、こだわりあるでしょうけども、初めて、研いでいこうかなっていう人は、その辺も意識してやっていくといいんじゃないかなと思いますね。やっぱり僕は結構、後々気づいてしまうタイプなので、後々、なんとか修正していくっていう感じでやってきましたけど、今回もね、修正する術はあるのでね、なんとか直しましたけど、本当に研ぎっていうのは力加減、力加減、力加減がね、やっぱありますので、あと指使い、指のどの辺に力を入れるか、刃物を押さえるときにね、研ぐときにやっぱり指で刃物を押さえるんですけど、どういう感じの力加減をすればいいかっていうのは、いろいろ試してみて、やっぱ初めてわかることじゃないかなと思いますので、彫刻刀のね、研ぎに
挑戦してみようかなって思う方は、失敗は全然していいと思いますんで、何回も繰り返して、感覚をつかんで、いただきたいなと思います。